こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、BNY メロンがビットコインとイーサの ETF の保管事業に参入するんじゃないかという噂が出てます。SEC が BNY メロンに対して SAB1 日の免除、仮想通貨を不在計上する義務を免除したことから、BNY メロンが事業に参入するんじゃないかと見られています。で、この ETF の保管事業に関しては、米国では現在ですね、コインベースがほとんど市場を独占してるんですけども、大手 BNY メロンの参入で競争が激しくなるんじゃないかと見られてますね。少し前はクラーケンが ETF の保管事業に参入するんじゃないかと言われてましたけども、この ETF の保管サービスのシェアの変化から取引所のシェアや仮想通貨市場にも今後影響してくるのか注目ですね。また昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でプラス 0.3 億ドルの純流入となっています。GBTC からの流出がなくですね、他の ETF がそのままプラスになっている形です。ファンドごとではアークインベストが自社のアーク B を280万ドル分売却したことが話題になってますね。一方、イーサもグレースケールのリスがなく、かろうじてプラスとなってます。ただ、ほとんど動きが見られない状況は変わってませんね。香港はいつもの時間になっても、まだ公表されてない状態となっています。あと、オンチェーンの方では、1200BTC 以上保有しているビットコインの初期マイナーが、クラーケンに送金したのが話題になっています。今回 5BTC のみの送金となってますが、10年ほど動かなかったアドレスが、ここ3週間で3回ほど送金してまして、売り圧が懸念されています。で、アドレスを見るとですね、残り 1215BTC ほどありますけども、これらがいつ動き出すのかにも注目ですね。ビットコインの価格は現在64,200ドルあたりを推移しております。発表された指標関連では、中国人民銀行が新たな景気刺激策を発表したことが話題になってますね。景気後退対策として、短期金利 0.2% 引き下げ、住宅ローン頭金の引き下げ、そして預金準備率 0.5% 引き下げから約1兆元ですね。日本円換算では約20兆円規模のお金が市場に流れる金融緩和が注目されています。これを受けての中国株、金属関連、工業株の上昇と捉えられてますね。そして昨日23時頃ですね、米コンファレンスボード消費者信頼感指数、リッチモンド連銀製造業指数が発表されまして、どちらも前回予想を下回っていることから、米ドル安、金利下落、米株各指数下落要因となっています。あと他ではイスラエルとレバノンの対立激化からリスクオフ要因となってまして、金の高騰を後押しした形となってますね。米国債は 3.732 を推移しておりまして、ナスダックが 19,944、S&P500 が 5,738、ダウ平均が 42,208、金ゴールドが2,658ドル、日経平均が 38,016 円、ドル円が 143.20 円となっています。SP500、ダウ平均、ゴールドが定値更新となってますね。個別株の方では、ベンチマークがマイクロストラテジーがやがてビットコインを貸し出して利回りで稼ぐようになるんじゃないかという見解を出しています。マイケル・セイラー自身も何度か同じようなことを話してたんで、割と現実的だと捉えられているようですね。マイクロストラテジーの株価はプラス 2.61% となっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 2.28%、額としては356億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.7%、バイナスミはショートが 55.4% と下寄りになっています。今後の指標としては、9月25日にスウェーデン政策金利、米新築住宅販売件数、9月26日にスイス中銀政策金利、米実質 GDP 確保値、米新規失業保険申請件数、米中古住宅販売制約指数、9月27日にユーロの景況感指数、米個人所得、米 PC デフレーター、米ミシガン大学消費者信頼感指数9月の確保値などが控えております。他アナリストの見解ではですね、ビットコインホルダーの取得単価よりも現在の価格が上回っていることから握力が強まって売り圧が減少する可能性があるとかですね、機関投資家の需要によって第4四半期、10月以降仮想通貨市場が急騰するんじゃないかとか、あとは個人のポートフォリオの仮想通貨の割合が増加傾向にあるとかですね、あと IBIT のオプション取引開始で流動性の増加から投機を引きつけるんじゃないかという、ビットワイズらの見解が注目されてますね。市場全体で見たら FRB の利下げに加えて中国の金融緩和も入ってですね、あとは中東情勢の悪化も懸念されている、株以外の資源、金も上がってて、法定通貨から資金が逃げるフェーズなのかなと思います。ビットコイン仮想通貨市場は若干出遅れてる印象ありますけども、今までの相関からするとですね、リスクオン資産につられて動いてるんで、
後追いで追いつくのが自然なような気もしますね。チャートだけ見たら、再度6万4000の攻防となってまして、何度か叩いてるんで、このタイミングで抜けてもおかしくないんじゃないかなと思いますね。6万6000を抜けて、6万8000あたりまで目指したいところです。注目指標の方では、日本時間本日23時頃にですね、米新築住宅販売件数8月が控えてます。その時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2640ドル、BTC 建ては 0.0411 と。先物の方では、OI は全体でマイナス 0.63%、額としては121億ドル相当、比率としては全体ではショートが 54.3%、バイナスミはロングが 68.6% と下寄りになっています。オンチェーン状況などの改善からですね、BTC 建ても盛り返しましたけども、0.042 の抵抗に弾かれた展開となっています。未だに ETF の需要が生まれないのが痛いですよね。アルトがファンダ出てるのに対して、イーサは単独ファンダの見込みがほぼないんで、パフォーマンスでも他のアルトに負けて、さらに資金が集まりにくくなると、どちらにしろファンダ待ちになってしまうのかなと思いますね。ドル建てチャットだけ見たら、1月の2700、8月の2800の抵抗あたりとなってます。ここを抜ければ3000ドル回帰が見えてきそうですけども、そのトリガーとなるファンダが出るのか注目ですね。あと、ここからはその他の動向になります。元アラメダのキャロラインに約110億ドルの罰金、懲役2年の判決が下っています。消費者に数十億ドルの損失をもたらした FTX の崩壊に関与したとして、懲役2年の判決が言い渡されたとされています。事前の弁護士らの見解ではですね、懲役は免れるんじゃないかみたいな見解もありましたけども、しっかり2年が下ってますね。ただ SBF の25年と比べるとかなり軽い判決となっています。あと SEC 関連では TUSD の未登録販売で SEC から訴えられてたトゥルーコインとトラストトークンが罰金 16.3 万ドルで和解と、またゲンスラー委員長が公聴会でデビットボックス事件などについて厳しく追及されたことなどが話題になってますね。あとはクラーケンの欧州方面での事業拡大が話題になってます。オランダの古参ブローカーコインミスター BV を買収したことや、元英国 FCA に従事していたパウエル氏をコンプライアンス責任者に採用したことなどがピックアップされてますね。あとその他資金調達、リリース関連では、ウォレット API、デイライトが600万ドル調達、DeFi のセガがユーザーの資金管理、投資を促進するボルトトークンマーケットのリリースを発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。